あなたは学生時代、人に言えないような黒歴史を持っていますか？下校中に毎日うんち漏らしながら帰ってた。ということで今回は、陰キャな自分と決別した高校デビューヒーロー、桐島英二郎について解説していこうと思います。この動画は、ヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。この動画を見終わった時あなたは、桐島の兄貴、かっこいいっす、と思っていることでしょう。それでは行ってみよう。本名、桐島英二郎。ヒーロー名、レッドライオット。身長170センチの大型で、10月16日生まれの UA 高校1年 A 組8番です。硬派ないい人。入試実技2位、個性把握テスト8位と、実技系のテストでは好成績を収めているものの、学力テストは15位と下から数えた方が早く、同じ中学出身の足戸皆も学力テスト19位だったため、彼らの出身中学は農金中学だったことが伺えます。それでも日本最難関の高校に入れているから、地頭は2人とも日本トップクラスだよね。見た目の派手さから威圧的な怖い人に見えますが、1年 A 組のいい人代表とも言えるほど人情にあふれた性格をしており、主に爆豪や雷など不良系、パリピ系の生徒たちとデクやミネタのような陰キャ系生徒をつなぐムードメーカーです。唯一母ちゃんが2人っきりで遊べる人なんだよね。オールマイトからも素晴らしい心持ちと評されるほどの人格者で、体育会系の熱血漢ながらも基本的には常識人のためツッコミに回ることが多く、爆豪やミネタの暴言を注意している様子も見受けられており、爆豪やミネタが孤立せずにクラスに馴染めているのは彼のおかげでしょう。桐島くんがいなかったらかっちゃん絶対孤立してるよね。常識人で仲間思いの性格ながらも、時にはその熱さが空回りすることもあり、爆豪がヴィラン連合に拉致された際、クラスメートの忠告を振り切り独断で助けに行ってしまったことで、クラス全員が除名処分になるところでした。結果的に桐島くんがかっちゃんを助けたことで事件解決したけど、大問題になってもおかしくなかったよね。実はこの時の桐島の行動というのは、彼の過去に大きく関係していることを知っていますか？それはどういうこと？中学時代、桐島はクラスでも目立たない、至って普通な中学生でした。密かにヒーローに憧れていたものの、自分の地味な個性ではヒーローになれるはずがなく、同級生で当時から輝いていた足戸皆が UA を受けることを聞いた桐島は、一度は UA 受験を諦めようとします。キラキラした足戸ちゃんと比べて自信喪失しちゃったんだね。そんなある日、下校中に謎の大男に絡まれているクラスメートを見かけた桐島は、彼女たちを助けようとするも恐怖で足がすくみ固まってしまいます。しかし足戸皆は恐怖に打ち勝ち、クラスメートを助けることに成功するのですが、その事件がきっかけで余計に落ち込んでしまいました。ヒーローを目指してたのに行動できなかった自分が情けなかったんだ。友達を勇敢に助けた足戸皆や、ヘドロヴィランに取り込まれた爆豪を無個性のデクが勇敢に助けようとした事件を知ったことで、強烈な自己嫌悪に陥っていたところに偶然、レジェンドヒーロークリムゾン・ライオットのインタビュー映像が映ります。桐島くんが憧れていた男気ヒーローだね。クリムゾン・ライオットの後悔のない生き方という言葉に触発された桐島は、過去の情けない自分と決別し、努力を重ねたことで見事 UA 高校ヒーロー科に合格。入試試験2位の好成績で入学することができました。同年代のみんなはオールマイトに憧れていたけど、桐島くんだけはクリムゾン・ライオットが心の師匠だったんだね。桐島がデクに爆豪救出を提案したのは、過去の自分の後悔した経験からではないでしょうか。ダメなことだと分かっていても後悔しない生き方を選んだっていうことだね。桐島くんはどんな個性を持っているの？桐島の個性は全身を硬くする硬化です。カッチカチやぞ。この個性は彼の性格をよく表した個性で、文字通り全身が岩のように硬くなるというだけの個性ではあるものの、その高度は凄まじく、相手の攻撃を弾き返す最強の盾であると同時に、どんなものでも貫く最強の矛にもなるという、近接格闘においては最強クラスの個性だと言えるでしょう。信楽の崩壊やお茶子ちゃんのゼログラビティみたいな、触れただけで即終了の個性以外ならどんな相手でも戦えそう。特に特筆すべきはその防御力で、個性伸ばし訓練では爆豪、デク、佐藤、オジロなど
攻撃特化系の相手にサンドバッグにされ続けるという訓練方法を続けており、死へ8歳改編では作中随一のラッシュ力を誇るラッパ剣道の猛攻を受けても耐えきり、逆に拳を破壊するという快挙を見せました。俺の後ろに血は流れねえっていう霧島くんの信念が個性にも現れているんだね。この個性に弱点はないの？最強の防御力を持つ効果の個性ですが、良くも悪くも硬くなることしかできないため、機動力がない、遠距離攻撃ができないという弱点があり、ヴィラン退治にはあまり向いていません。空を飛べる相手とか遠距離攻撃してくるヴィランには太刀打ちできないってことか。さらに近距離特化型の個性のため、相手が戦闘に乗ってこなければそもそも戦いにすらならず、一方的にはめられる可能性が高いため、まずは相手を自分の土俵に引きずり込む戦いへの立ち回りが最も重要になってきます。そのため相手を対マン勝負に持ち込むための心理戦も必要になってくるのが難しい点ですね。セメントスからもその弱点を指摘されていたね。とはいうものの、絶対に倒れないヒーローというのは救助を待つ人たちにとってはとても勇気づけられるもので、どんな状況になっても最後まで戦うという霧島の心意気に救われる人も多いのではないでしょうか。かっちゃんも倒れねえってのはクソ強いだろって認めてたし、実際に組手しているかっちゃんだからこそ霧島くんの強さを身に染みて感じているのかもね。霧島くんは仲がいい人はいるの？明るく社交的で友達も多い霧島ですが、お互いに認め合う親友の爆豪勝樹、個性も性格も似ている鉄鉄鉄鉄、友達以上恋人未満の足止めの3人は外せないでしょう。かっちゃんと霧島くんはどんな関係なの？一言で言うと親友です。基本的に他人を寄せつけない爆豪は、中学時代は射程のような友人しかおらず、誰も彼の暴挙を止めることはできませんでした。遊泳入学後もデクに当たり散らす爆豪を見てクラスメートがドン引きしている中、霧島が爆豪の暴走を注意しクラスメートとの仲をつなげることで、爆豪自身も自分の性格を見直すようになっていきました。神の事件ではデクからも霧島くんならかっちゃんも手を取るはずって言われていたね。 USJ 事件やヒーロー仮面試験でもバディになっていることが多く、プライベートでも爆豪に勉強を教えてもらうほど仲良くなった2人はつるむことが多くなり、この2人にセロハンタと雷電気を加えた4人は爆豪組と呼ばれています。かっちゃんに唯一突っ込める陽キャたち。劇場版1作目2人の英雄では、ヒーローの祭典アイエキスポに UA 体育祭優勝者枠で贈られた特別招待チケットの爆豪の付き添いに選ばれており、パーティー用のタキシードを爆豪の分まで用意するという精彩っぷりを見せています。もう付き合っちゃいなよ。鉄鉄とはどんな関係なの？一言で言うと親友です。親友多いな。鉄鉄の個性スティールは全身を金属にする個性で、霧島の効果とほぼ同じ性質を持っており、2人の性格も非常に似ているためすぐに意気投合し、ことあるごとに腕相撲対決をするほど仲が良い親友になりました。鉄になるか岩になるかの違いしかないもんね。当初はほぼ同じ性質だと思われていたものの、スティールは耐熱耐冷性に優れているが高度限界があり、効果は腕や指を武装化できることと高度限界がないということが判明します。鉄鉄は轟くんに対して有利なんだね。しかし全面戦争編ではダビの草原の中に2人で突っ込んでいき、熱を感じているはずの霧島がトップスピードで駆け抜けている様子から、霧島の効果は熱いけど根性でどうにかなるというチート性能を発揮しました。根性でだいたいどうにかなる。アシドちゃんと霧島くんはどんな関係なの？一言で言うと親友です。全員親友じゃん。同じ中学校出身の2人は中学時代はあまり面識がなかったものの、お互いを気にかけているような描写が多く、ファンの間ではよくカップリングされていますが、恋愛までには発展していません。カップルというよりかは熟年夫婦みたいな雰囲気だよね。恋に憧れるアシドと硬派な霧島は相性がよく見えますが、実際には恋愛描写を描かれることは全くなく、お互いに恋愛感情を持っているということは今まで一切描写されていません。公式で恋愛描写があるのってデクとお茶子だけだよね。小説版で描かれた林間合宿で行われた女子同士の恋バナでも、アシドから霧島の名前が挙がることはなく、お茶子以外は恋している女子はいないことが判明し、最終的にヒーロー科女子たち理想の男子は常闇のダークシャドウが可愛くて頼りがいがあっていいという結論に落ち着きます。
個性に負ける男子たちかわいそう。曖昧になっていた2人の関係ですが、最終決戦で霧島の本心が語られた際、霧島にとって足戸水菜は昔から憧れているヒーローだったということが明かされました。中学時代に自分ができなかったことを足戸ちゃんがやっていたから、足戸ちゃんをクリムゾンライオットと重ねていたのかもしれないね。最終決戦で霧島くんは何をしているの？最終決戦ではマウントレディや足戸水菜、峰田実とともにギガントマキア防衛戦に参加しており、対ギガントマキアの切り札となる真相を防衛する最重要任務を任されています。ギガントマキアが復活した時に真相くんの洗脳でマキアを操るっていう作戦だね。襲撃してきたヴィランによってギガントマキアが復活してしまうも、真相の洗脳と人心掌握術によって味方になったマキアの背に乗り、オール・フォー・ワン追撃戦に参戦する霧島でしたが、個性の潜在能力を限界まで引き出せるようになったオール・フォー・ワンにマキアもろとも倒されてしまいます。オール・フォー・ワンの攻撃から真相くんを守ったり、みんなが全滅してしまった後も立ち上がっていたから、まだ霧島くんの出番はありそうだね。マキア防衛戦でも目立った活躍が少なく、足戸水菜と真相に見せ場を全て持っていかれてしまったため、霧島の活躍はまだ残っているのではないでしょうか。でもさ、霧島くんって足が遅いし、今さら他の戦場に駆けつけることって難しくない？そうですね。群賀山荘周辺でオール・フォー・ワンと戦っていたため、現在は近畿地方にいると思われる霧島が他の戦場に単独で駆けつけることは難しいでしょう。可能性の一つとしては、ダビの爆発を止めるために群賀山荘に向かっている飯田と轟に拾ってもらうという展開ですが、1分1秒が惜しい2人にとって霧島を拾っていくのは完全に時間の無駄です。霧島くんがいてもダビの爆発には何にもできないもんね。霧島の個性は誰かを守るときに進化を発揮するため、最大の見せ場となるのは誰かの絶対絶命なピンチに駆けつける展開なのではないでしょうか。霧島くんが最高にかっこいい見せ場ってなると、どんな展開になるのかな？例えばこんな展開はどうでしょうか。信楽と戦うデクのもとにオール・フォー・ワンが到達してしまい、真の魔王となった信楽に手も足も出ないデク、絶対絶命だと思われたその時、正気を取り戻した白雲のワープゲートによって霧島が現れデクを救い、その直後次々とワープゲートから A 組のみんなが集結、信楽と A 組のラストバトルが始まるという展開が描かれたら、盛り上がりは最高潮に達することは間違いないでしょう。アニメ6期のオープニングでも最後は A 組と信楽が戦っていたから、可能性は十分あり得るよね。ということで今回は硬派な高校デビューヒーロー霧島英二郎について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が1000いいねを超えたら学号組の解説動画も作っていこうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。クルスウルトラ